どうもマサルです。ということで今日はですね、なんととんでもないものが手に入りました。8年熟成のイノシシの生ハムの原木でございます。食えんのこれ。もうこれ完全にね、カビだらけでヤバすぎる見た目をしてるんですけども、通常日本で出回ってるものは一番熟成されててランクが高いものが5年熟成とからしくて、それ超えてます。8年熟成です。東広島にジビエの加工場があるんですけど、そこに行った時にフレッツの曽田さんっていう方がいて、でその人とねランチ食べたら、マサルさん、うちの会社に8年熟成したイノシシの足あるんですけど見ますって言われて、見ますって言って、で何の機材も持ってなかったんで、ただ iPhone でね動画撮ってるんですけど、いただくところ一旦ぜひご覧ください。どうもマサルです。ということで今日はですね、広島市に来てるんですけども、どこみたいな感じになってると思うんですけど、鶏肉の卸の会社にお邪魔してるんですけども、すごいですね。これスーパーに売ってある鶏肉で、こういう場所で作られてるんですね。担当者の方がですね、とんでもないものがあるということで出てもらってもいいですか。はい、フレッツのソダです。マサルさんにとっても食べてもらいたいものありますんで、ぜひお願いします。これがイノシシのイノシシの生ハムです。相当でかいイノシシじゃないですか。これ100キロ級ですね。通常こちらなんですね。いい感じのね、状態なんですけど、ちょっとね訳があって、これでもカビがすごいんですね。良くないですね。これはこれ食べていいんですかね。食べてもいいはずです。これ両方とも8年ものなんですよね。一緒ですね。これはなんでこっちだけこんなカビだらけになってるんですか。商品届いた時に社内でこれ食べようってことで、初めてだったんで、開けたんですよ。で食べたらうまいってなって、でまた収めたんですけど、収め方が悪かったみたいですね。もしかしたら未知なる味でめちゃめちゃ美味しくなってる可能性もありますもんね。ちょっとこれ8年ものの生ハムって聞いてて、すごいテンション上がったんですけど、これ大丈夫ですか、食べちゃって。はいではマサルさん、どうぞ。これいいんですか。ありがとうございます。うわー、すごい重た。はい、そんなこんなでねいただいてきたんですけども、皆さんね味が気になるのは分かりますが、一旦ねちょっとね観察していきましょう。はい、こちらが全体像となっております。生ハムの原木はですね、豚の後ろ足が使われてるんですね。ここが膝で、ここにねすねがあるんですよ。本土ではねあんまり食べませんけど、この足のひずめの部分、豚足って言って沖縄ではよく食べられてますよね。沖永良部島でもねめっちゃ食います。本来もうちょっとでかいんですよ。こんぐらいあるはずなんですね。あまりにも美味しくてここまで食べてしまったみたいです。でこっちの断面はですね、触ってみる感じ、もうこれなんだろうな、木を触ってるのとあんまり変わらないぐらい硬いですね。でこれ食べれるのか食べれないのかどっちなんだいっていう話なんですけども、水産工場一から建てました食中毒に関しては網羅的に勉強した僕から言わせてもらいますと、食えるということにしましょう。っていうのもですね、好気性の微生物と嫌気性の微生物がいまして、簡単に言うと好気性のものは酸素がないと生きていけない微生物で、嫌気性のものは酸素がなくても生きていける微生物で、ラップがうまく巻かれてなかった酸素が触れてる場所だけカビが生えてるっていうことは、このカビはおそらく好気性細菌なんよね。なぜなら酸素がない場所では活動ができていないから。ということはですね、表面をね取り除きさえすれば酸素が触れてない部分が出てきますから、酸素が触れてない部分にはこのカビは生えることができないんだ。こうやって削っていきましょう。とりあえず表面はやばいんで、表面は一旦きれいにしましょう。意外と柔らかいぞ。いやでもちょっと今回やばいな。なんかこの未知すぎるものを食べてる時にこそなんか生を実感できるかもしれない。今最高にテンション爆上げしてる。さてどうでしょう皆さん。真っ黒で写りが悪いですけども、こんな感じで裂けますね。もうかなり水分はなくなってますね。多分いけますよこれ。こんな感じです。これ油いけんのかな。でもギトギト感全然まだあるわ。なんか油の方が腐らなさそうだよね。さて食べましょうか。なんでこれマサルがねこんなにテンション上がってるかっていうと、体重100キロ超してるやつなんてさ、めちゃめちゃ警戒心が強くて今まで誰からもハンティングされなかったから100キロまで慣れたわけじゃん。だから取るのがめちゃくちゃ難しいらしいんですよ。しかもイノシシを生ハムにする文化なんてあんまない
のにこれが現存してるっていうこと奇跡なんですよ。では行きましょうか。いっちゃうよいっちゃうよいっちゃうよ。こんな食ってええんかな。いただきます。すごい。これなんだ、めっちゃくちゃ味が濃い。旨味成分ってある一定以上濃度が濃くなるとちょっとねえぐみを感じるようになるんですけど、そのえぐみを感じましたね。だから旨味の爆弾になってますね。香りがねやっぱ落ち葉っぽいのよ。落ち葉なのかな、ナッツなのかどんぐりなのかちょっとよく分かりませんけども、はい。で油のところちょっと食べてみよっかな。油俺あんま好きじゃないんだけどな。まあこれは正直に言いましょう。傷んだラードってこんな味なんだろうなって感じです。さてどこを食べましょうかといった感じなんですけども、こっち側のね一番カビが生えてる表面はねどうせ油なんですよ。油じゃないとこ行きましょう。なんだ、包丁の入り方が油っぽいぞ。油かよ。いやでも待てよ、これ油じゃない部分が始まっております。うおーすげえ、上がる、上がってしまう。これぞ希食でしょう。やばい。食材はですね一般に表面積が大きいほどね味を感じやすいですから、はい。唐辛子もですねどれだけね細かく切られるかによって全然味変わってきますからね。特にわさびとか顕著ですよね。すったらめちゃめちゃ辛いし、そのままかじってもそんなに辛くないというね。まあなるべくチップにした状態でやっていきます。カビってどんな味なんだろうね。カビってなんかそもそも食べちゃいけないものだからみんなカビの味を評価してないけどさ、ブルーチーズがあるんだったらさブルーハムがあってもおかしくないんじゃない。ブルー生ハムです。かわいい名前。なんかこれだけじゃ量少ないよな。ここら辺もいっちゃうか。ここは白いね。やばそうだね。しかもなんかヌルヌルしてるよ。あーでも柔らかい。腐敗が進んでる感じがする。さてこれだけあれば口の中いっぱいになるやろ。どんな味かは後で言いますわ。カビが生えてるところどんな味なんでしょうね。俺今回この日のために準備しました。でスピリタス 96% のお酒や。ほら火がつきます。まあ別に手消毒するやつでやってもいいかなと思ったんですけど、ものによってはですねイソプロパノールとかちょっと有害なね物質が入ってたりするんで、まあ多分やったら炎上するんでわざわざスピリタスをね用意してきました。今からやること 100% 安全とは言い切れない行為を今からやるんで、皆様にちょっとどういうところが危険なのかっていうのをちょっと一応言っときますね。一応微生物はですね基本的には殺せば安全って考えられるんですけども、例えばボツリヌス菌っていうのがいて、ボツリヌス菌って毒を作ってね排出していくんですよ。だからまあ殺しても別に食品の中にボツリヌス菌の毒は残ってるから、それで食中毒に当たるみたいな事例がまず一つあります。あとなんか焼けばいけるってね結構信じられてるんですけど、まあ、一部の微生物の中にはですね芽胞っていう意味わからんぐらい熱に強い種みたいなものをね作る生物がいまして、100度じゃ死なないんですね。120度で何分だったかな、ちょっとこれ間違ってたらごめんなさいなんですけど、5分か10分ぐらい茹でないと死なないっていう風に言われてます。でこれ勘のいいガキは思ったでしょう。おいマサル水は120度まで上がんないぞと。はい、その通りです。水は120度まで上がんないんで、圧力鍋みたいな機械があるんですけど、加圧して120度まで上げて5分とか10分とか殺菌するんですよ。そしたらその芽胞っていうのも殺せると。でその状態で真空パックしたりとか缶詰にしてるものがレトルト食品なんですね。100度でふつふつ完全に殺菌したなって思ったこれもう完全に真空パックにしたから、もう最近全部死んでるし、もうこれ密閉して常温で置いといてもいいんじゃないって置いといたらカビだらけになってますんで、皆さん気をつけましょうということです。なんで柔らかい部分食うって言い出したんやろ。絶対腹壊す。頑張れ俺、視聴者のみんなが期待してるぞ。飲み込んだらマジでやばいんで、一旦咀嚼して味わって吐き出してスピリタスうがいして歯磨きして、そっから喋り出すわ。ではいただきます。めちゃくちゃうまい。うわやべえ。スピリタスきついって。でカビてる部分なんですけど普通にうまいですね。なんかねドローっとした部分がね、カビ系のチーズの味がして普通にうまかった。スピリタスうがいだけはもう二度としたくないな。
はい、ということで、生ハムをね一旦ちょっと生ハムのままでちょっと今食べてみたんですけども、ここからですね、ここ埼玉の物件なんですけど、曽田さん実はねいます。生ハムの料理って難しいやん。なんか生ハムって生ハムで完結してるからさ、サラダの上に乗っけるとかぐらいしかないんですけど、曽田さん名門の調理師専門学校をね卒業してるんで、ぜひ生ハムの料理を振る舞いたいとわざわざ広島から埼玉まで来てくれて、めちゃめちゃ優しい人です。はい、お願いします。はい、広島から来ました株式会社フレーズの曽田と申します。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。これを生み出した張本人ですもんね。そうですね。考えてお願いして作ってもらって、ただちょっとこの訳は僕のせいです。僕の責任でこうなっちゃいました。はい。何年前にラップを剥がしてしまったんですか？ラップ剥がしたのは去年です。あ、去年なんですね。去年からカビが生え出して今って感じなんですか？カビが生えてる意識もなかったです。あ、そうなんです。ちょっと社内で食べようと思って切ったんですね。で、美味しいねって言って片付けますって片付けて、そのままにしてたらこうなっちゃいました。なるほど。じゃあ7年ものの熟成までは味もう分かってる。最高でしたね。ちょっとこれ料理する前にちょっと聞いておきたい。多分みんな疑問に思ってると思うんで、8年の生ハムを持ってるの何の会社してる人なのってなってると思うんで。はい。うちは広島で鶏と卵を卸販売してる会社です。だからいろんな鶏だったりとかの流通だったりとか生産のやってるってことですよね。グループで言ったらその卵の養鶏場があったりとか、もっと言えば餌とかもあるんですけど、うちの会社としては卵と鶏肉の販売、一部加工もやってます。でしかも今回まさかの僕の地元の出身の卵も扱ってるんですね。あ、そうです。グループの農場がですね、初出しです。私山口県宇部市出身です。これいいんですか、いただいて？あ、どうぞ。埼玉で宇部の卵食べることになるとは。山口県宇部市の卵です。卵いただきました。っていうことは今日卵料理ってことですか？はい、卵もちょっと使わせてもらいます。でもだいぶこれちょっとアクセントというかもう癖強いですけど、今回何の料理に？今日はですね、ペペ玉っていう、ペペ玉、はい、パスタをペペロンチーノと卵みたいな。そうですね、ペペロンチーノに卵を和えるっていう感じですね。一瞬カルボナーラみたいな見た目ですけど、めちゃくちゃ美味しいです。なるほど。美味しくなるはずです。美味しくなるはず。はい。パスタを茹でるところからいきますか。そうですね。その前にちょっと準備してもいいですか？あ、はい。まずはパセリですね。パセリですね。俺のチャンネルで初めて見たパセリ。はい、じゃあ粗みじんにしました。ちょっとだけ使います。ニンニク剥くのも早いわ。早くないですね。芯を剥きます。やっぱ芯あるかないかで変わってきますか？芯はですね、やっぱり焦げた時に苦くなっちゃうんで、今日はみじん切りにしますね。ニンニクもこれも粗みじんでいいんじゃないですか？結構硬いんでやっぱ薄く切るんですか？あ、そっち側で切るんや。養殖は割と引き切りですよ。あ、そうなんですね。これぐらいだったらいいんじゃないですか？油あんま美味しくなかったんですよ。油美味しくないですよ。これもうこういうもんなんですか？トリミングって。このイノシシに関してはトリミングした方がいいって製造の方からも聞いてますので、ちょっと今日は細かくしていきますね。ベーコン、パンチェッタとかの代用品っていう形でちょっと発想を持ってですね、今日はこれでいきましょう。じゃあまずパスタを茹でていきますと。はい。じゃあ入れていきます。はい、オリーブオイル。はい、オリーブオイル。冷たいオリーブオイルと冷たいニンニクからスタートします。ゆっくりゆっくり香りを移す感じで。ここでついに生ハムが。どうしようか、これぐらいでいいかな。で、油にイノシシの旨味をゆっくりまた。あ、これで旨味が溶け出すんですね。そうですね。全然生ハムの味と違いますよね。そう。豚の生ハムとは全然違いますよね。食べてみないと分かんない。そうですね。口では伝えられないですよね。そうですね。あ、これ茹で汁で味の調整を。そうですね。やり方いろいろ人それぞれあるんですけど。それ何してるんですか？これちょっと臓器を濡らして鍋の温度調整ですね。鍋を温度調整するんですか？そうです。卵が入るんで、混ぜ込むんですけどね。混ぜ込むんですね。じゃあもう。ですけど、これちょっと。うわ、手前のやつが食欲をそそらない。あ、これ卵。
たらもう素早く。あ、一気にペペロンチーノっぽくなりましたね。ペペ玉ってんですね、これが。これペペタナです。ペペロンチーノというかカルボナーラっぽいですね。これだとチーズとかも使わなくていいから結構お手軽にできるっていうかいいですね。あ、もうそうですね。本当はこのヘラでね綺麗にこそぐのがいいと思うんですけど。で、先ほどの唐辛子と、はい、完成です。じゃあいただきます。はい、ぜひ。すみません、この箸しかないです。いいんですか？日本人ですか。これしっかりイノシシの味きますか。ついてますね。ありがとうございます。イノシシの強すぎる味を卵とパセリで若干包み込んでるっていうのか。そうですね。やっぱパセリが爽やかさをもたらして、そうですね。ちょっとイノシシ単品では味が強すぎるっていうんですかね。まあ癖が強いですね。今回はごめんなさい。これに関して言うと、はい、癖が強いです。あ、本来はここまで癖が強いものじゃない。ものではないんですね、生も。なるほど。なんか塩入れてないのにめっちゃ塩気ありますね。そうなんですよ。ちょっとですね、生ハムの塩気が結構出てきて、ちょっと味見した時、あ、濃いなって。生ハムのいやいやこれ予想できないですよ。こんな生ハムの味あるって。すみません、ぶっつけ本番なんで。いや、めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。というわけで今回生ハムをいただいたんですけども、視聴者の皆さん驚くべきことがあります。今回案件ではございません。はい、1円も払っていません。 1円もいただいてませんしなぜか埼玉まで来ていただいてるっていう。まあでもこれから私もジビエのいろんなことをやっていくにあたってお仕事とかも一緒にするんじゃないのかなっていう。うちはさっき卵と鶏肉を販売してたんですけど、はい、ジビエも販売してます。ジビエの工場、東広島市のジビエの工場行ってたって言ってたんですけど、まさか映像になると思ってなくて何にも映像ないんですけど、成果物だけあります。これですね。それイノシシですね。イノシシで鹿ですね。でジビエを広げていくっていう私も仕事してるんで、はい、ぜひ正雄さんともですね一緒にできたら嬉しいなと思ってます。でも今回本当にありがとうございました。ありがとうございます。多分これ100万回ぐらい再生されると思うんで。いやプレッシャーがすごいですね、それは。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと切って食べましょうよ、みんな。ぜひぜひ、ね、いやこれほんまに、視聴者の人みんな結局何の味なんやって思ってると思うんで、ちょっとお腹壊す可能性があるんですけど。ないないない珍しいですよ、全員カメラ入って顔映って大丈夫って。僕は腐った部分まで食ってますから。美味しいですね。熟成した味噌。そう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 。濃い感じします、ぬか漬けみたいなね。肉を麹漬けというかなんか発酵させたみたいな。でもちょっとフレッシュなブルーチーズみたいな感じですかね。